でとやるとコインは消えるとね、消えてしまうというね、はい、で今度は指を鳴らします。指を鳴らすと出てくる、はい、この今の一連の動きの中に、今日お話しする、技法というか概念がちょっと詰まってるんですよ。こんにちは、空手家コウケです。今回は、テレビで最も活躍されているマジシャンといっても過言ではないにもかかわらず、近年はちょっと合気道家ではないのかと思われるほど本気で取り組み、なんと今年4段まで取得したマジシャンのキラさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まさかの合気道家じゃねえかっていう最近ちょっとツイッターではなんか関連動画皆さんのね、武術界隈の皆さんの動画で知っていただいてて、マジシャンが本業だと知らない人が意外といるんじゃないか説ありますよね。好きで趣味でやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、そういえば昨年映画のブラックショーマンとかマジックの監修とかされててやりました。そうあれは俳優デビューですか？でもね、そう出てましたね。出てましたね。ありがたく急遽あさっての撮影でちょっと出演してみませんかって監督に言われて遊びで出させてもらいましたね。昨年俳優デビューをされたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。あとあれですね、なぜか僕のインスタのおすすめのミットで DM でこれキラさん蹴るやつだっていうキラさん蹴られる役とかやられる役のイメージがもうついてるんでしょうかね。そうですね。武術界隈の人のコラボの時にはもう僕が痛めつけられてるのを待ってる視聴者がいますからね。ひどいですけどね。僕のチャンネルって相当実践のマニアックな人たちばっかりが見るチャンネルなんですけど、結構指導者レベルの人でキラさんとのコラボ好評なんですよ。本当ですか？なんか結構本質的なところをコラボでやらせていただいて、この人間のなんですか視野のコントロールだったりとか、その思考のコントロールとかっていうところにフォーカスさせてやってもらってるんで、それこそ指導者クラスの人にこの間キラさんのやつめちゃくちゃ良かったよとか言って結構何人も言ってもらってて、変なというかその一般的な武術系のコラボ以上に評価がいいんですよ。マジですか？ありがとうございます。でこの間ちょっと今回のコラボの話をしたらちょっと悪魔的なやつがあるっていうね。そうですね。そうですね。前振りがちょっと僕ハードルがだいぶ上がっちゃってるんですけど、ハードル上げすぎだなと思っちゃってちょっとそれ忘れてください。わかりました。ハードル上げすぎると良くないんで、あれですね。じゃあ今日は早速ね、それやりましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう今日はじゃあちょっとじゃあ一回見てもらおうかな。一回見てもらいましょう。じゃあこのままでいいですか？このままでで後でまた撮り直すのがあってもいいとは思いますね。じゃあ一回見せます。じゃあペンともうよくやってるコインですよね。で持っといて、こいつをこのペンってちょっと面白いんですよ。このペンでとやるとコインは消えるとね。消えてしまうというね。で今度は指を鳴らします。指を鳴らすと出てくる。シンプルにこういうマジックを。ってやるとコインは消えてなくなりますよね。で指を鳴らすとやっぱり出てくると。こういうこと今やりました。この今の一連の動きの中に、今日お話しする技法というか概念がちょっと詰まってるんですよ。で今日のお話はサトルティと言います。サトルティ聞いたことないね。マジシャンの世界ではよく使われる用語なんですよ。これはマジシャンの間ではちょっと意外とこの概念がちょっとぼんやりしてるところもあるんですけども、うまくね僕の友人がもう言語化してくれた子がいるんで、それを参考にしながらちょっと説明させていただこうかなと思うんですけど、どういうことかというと、サトルティというのは僕らの世界でもともと暗に示す、そういう意味で使われてるんですけども、でなんとかサトルティなんとかサトルティという技法もあるんですよ。あるんですけども、どういうことかというと、ちょっとこれね話がちょっと長くなっちゃいます。じゃあ一回例えば見せた方がいいかな。さっきのやつ、
コインが消えたり出たりしたじゃないですか、はいはい、でこの、マジックモンド的にペンを使ってましたよね、で実はコインを僕手の中に持ってたんですが、はい、消えたように見えたとか何も持ってないように見えたというのを纐纈先生に思い込ませたというのがあるんですよ。どういうこと？そのサトルティというのは思い込みを作る技術だったり概念です。へー、はい、どうやったら思い込みができるのかというのを今日解説というか説明しようかなと思います。それはめちゃくちゃ面白そう。はいはいはい、で、順序あれですけど、例えばコインが消えましたね、はい、で一個一個のコインを消す技術とかはちょっと置いときます、はいはい、ね、前もちょっと説明したりとか、うん、水路漬けとかやりましたよね、はいはい、ありましたけども、そういうのも使ってますが、はい、その途中で、はい、僕が例えばですよ、はい、例えば初めやったのはコイン出してきました、はい、出してきましたねって、コインをも出してきてペンを取りました、はい、でこのペンでやるとコインが消えたじゃないですか、はい、消えました。で、ここではあれってなっちゃいますよねで、はい、これを置いといて、はい、やると、出てきましたこれは不思議なんですけど、今のところでそのサトルティを使ったところがあります、はい、これはねちょっとネタバレになってしまうんですけども、はい、ここはね解説がどうしようかなとはちょっと後で相談しましょう。はい、はい、今、はい、初めここ挟んで、コインを持って取りに行きましたね、はいはい、これに関しては水路漬けの時で説明したやり方、はいはい、フェイクパスってやつですね。でフェイクパスをするんですね、はい、でフェイクパスをして持ってないんです。で持ってないから右手にありますよね、はい、そうですね、はい、ね、持ったふりしました、はいはい、で右手に本来はあります。すごい、ね、それでも渡したようにしか見えない、私は見えないからね、ちょっとこの錯覚は一旦置いておきます今日は、はい、これは錯覚ですね、はい、で、持ってきました、はい、で僕がやってたことなんですけども、はい、ここで僕こうやってこのペンでって言ってこうやって見せてるんですよ、はいはい、この時にサトルティを使ってます、はい、ペン、はい、僕ペンを見せてましたよね、はい、でもコインを右手で持ってるんです。ほんまや、はい、見えなかった。でも見えないですよね。見えないです。で見えないのも一つなんですよ、はい、見えないのは一つの技法これは技法です、はい、でも概念ではないです、はいはい、サトルティという概念ではないです、はい、これ見えないですよね、はい、見えないんですけども、纐纈先生の脳の中で起こっていることはどういうことかというと、はい、ペンでって言った時にちゃんと見てるんですね、はい、確かにちゃんと見てるんですが、はい、脳の中ではペンしか持っていないと思ってます。なるほど。だからここで右手にコインはないって思ってます、はい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 、だからよりここにコインがあるという錯覚が強調されてます。なるほど。そして、消えますよね、ないですよね、当然ない、はい、消えたということであれと驚きが強くなりますよね、騙されるわけですよ、はい、この今脳の中で起こったことを引き起こすのがサトルティという概念です。っていうか今、持ってますよねってコイン持ってますよねって僕の方から見るとコイン見えてる持ち方をさっきわざとされてたのに、それでも見えなかったんですよ、最初。見えないんですね。でどういうことかちょっとね、ペンを今、コインを持ってますね。コインを、指で隠して持ってますね。でこの角度だと見えませんね。そうですね、普通には見えないですけど、でもこれだけだとよくなくて、ペンをこうやって持ってる、でペンを見せるという動作の中で手が体という情報になりますね。でこれ細かくちょっと説明します、はい、今だけ言われると確かにと、でもちなみにさっき、こうやってペンを見せましたよねって言われて、キラさんわざとここを隙間を空けてコイン見えるように僕にしてっても、僕最初気づかなかったんですよ。そうなんですね余計弾かれますねその情報は。で、これのどういうことが起こってるのか、まずですね、頭の中でどういう情報の処理のされ方をしているのかっていうのを考える必要があります、はいはい、で、例えばその脳の処理の仕方っていうのは大きく分かれると2つ、意識的処理と自動的処理、文字通りですよね、意識的処理というのは能動的にこれはこうなのかとかってね処理をする処理の仕方、自動的にする処理というのはもうオートマチックに、無意識に処理をするもの、この2つですね、はい、で能動的処理の仕方っていうのは基本的に一度に1つの処理しかできない、これが基本的なものの
処理の仕方ですね。で、自動的処理というのはもう自動的にね、処理をするということなので、例えば、見る、物を見るっていうものに関して言うと、ルック、ウォッチ、英語で言うとこちら側が能動的処理、See、こちらが自動的処理、こういうことなんです。で、この能動的処理っていうことに関しては何かを疑うっていうことは当然できるんです。でも、能動的処理では受け入れられないことでも、自動的処理で通してしまうと、スッと入っちゃう、相手に入ってしまうということが実はあるんです。だからこの場合なんですけども、この場合はペンを持ってるというですね、こうやりましたよね、ペンを持ってるというこの絵の情報は、主体的な情報はペンを持ってるという情報です。でもこの何も他に持っていないというのは副次情報、これを利用してます。わかりますかね、言ってることサトルティで入れたいのはメイン情報じゃなくてサブの情報なんですよね。なので、例えばですよ、これをコインを持っていないという情報をメイン情報にしちゃうと、では空ですよねと、で空ですよねとなっちゃうと疑おうとしちゃう、疑いますよね。これ空じゃないかもっていう、なんですかその手の形確かに怪しくなりますし、なんか手は空なんですけどもっていう情報を与えると、なんかもうちょっとあれ隠してることがね、ちょっと疑うことが入る。でもペンを持ってこちらのペンを使いますって言って始めると、ペンを持ってるというメイン情報、確かにで、手には他には何も持っていないというサブ情報、これは相手にスッと入っちゃうんで、疑いなく。なるほど、この考え方がサトルティなんです。そうか、これ確かに。で、脳の中では、そのメイン情報とサブ情報は勝手に切り離されてというか自然に処理しちゃってるんですけども、そのサブ情報で入れられるそのサトルティを通した情報っていうのは疑わないんです。というか疑えない。メイン情報として与えられたものは疑うことができるんです。これが結構脳の微弱性をついてて、結構悪魔的なんです。なるほどですね。結構さっきマジックやりながら高月先生も明らかに右手を見てるんです。一回見てるんだけど、でもコインがここにあるの見えてない状態で、僕がペンをこうやってる、このペンでおまじないをかけるとって言った時にチラッと見て、ないことをね自然と受け入れてるんです。じゃあ、ペンと、もうよくやってる、コインですよね。で持っといて、こいつを、このペンってちょっと面白いんですよ。このペンでやるとコインは消えると。ね。消えてしまうというね。で、今度は指を鳴らします。指を鳴らすと出てくる。シンプルにこういうマジックを。だからここにコインがあるとより思い込みが入って、コインが消えたことにより驚きが強くなると。なるほど。いうことをやってるの。あえて。これ、フェイントの意識。そう、多分ね、空手とかでやってることあるはずなんですよ。そうですよね。なんか今そう原理を聞きながら、これが近いのかなとかついつい想像してましたけど。で前もねちょっとお話ししたことあると思うんですけど、例えばじゃあ全てカードの裏の色全部違ったっていうと、分からなかったですね。相手はとりあえず実際本当に左の下突き打つんですけど、僕この左の下突きは、左の下突きのための身体操作で打ってないんですよ。どういうこと外見は左の下突きなんですけど、基本今回お届けするのは僕の空手技術の一翼を担う、本当に大切な技術で、避けられない攻撃を出すための間合い操作術に、なります。自分に近づくものがあると、必ず警戒するので、例えば前手でもこうやって動かせば絶対警戒されますし、前足が動いて前手でも絶対警戒されるんですけども、この顔と前手